Hey everyone, welcome back to Twinges 英会話。皆さん、こんにちは。Twinges 英会話です。Welcome back。で、今日のワンポイントレッスンは who and whom。で、皆さん、今日のワンポイントレッスンは登録の人からの提案です。ありがとうございます。Thank you very much。で、多分今日のレッスン、文法ちょっとばっかり話する今、とりあえずごめんね。言うけどね。で、who と whom、ネイティブスピーカーでも間違ったが多い。whom というイメージ、ちょっと古いな英語、ちょっとおしゃれな英語だね。でも、普通の会話の中で、文法のルールわかれば、普通で使えますよ。OK。じゃあ、これからちょっと文法の話すみません。で、who と whom、いろんなルールはある。いくつの規則があります。who is a subjective pronoun. who は主格代名詞です。whom is an objective pronoun. whom は目的代名詞です。So that means that who is always a subject to a verb, and whom is always working as an object in a sentence. who は常に動詞の対象になります。で、whom は文中で常にオブジェクトとして機能している。で、簡単な原則、general rule はあります。So, who should be used to refer to the subject in a sentence. who は文の主語を参照するために使用する必要があります。whom should be used to refer to the object of a verb or a preposition. 動詞または前置詞の目的語を参照するには whom を使用する必要があります。で、何で使わなくちゃ文章の間でちょっと簡単なチップはあります。それさっき言ったけどね、who は代名詞、pronoun。who は I とか he とか she と一緒で考えて。もしその文章の中、その he と she で使ってもできる who という言葉も使ってもできる。で、逆にwhom 代名詞けど、pronoun けど、それで personal pronoun と一緒で考える。So, a personal pronoun is、him とか her とか he, she じゃない方。Okay? だから、それで、文章の中それで使っても whom の方、代わりにはいられる。はい、皆さん、多分とりあえず文法の話もかな。じゃあ、これからちょっといろんな例えば教えるよね。じゃあ、最初の例えばは who の方行きましょう。例えば、Joe is the one who wants to go. Joe は行きたい人です。で、なんで who で使うという、さっきのちょっと文法の説明けど、Joe は一人の男の子だから he と一緒。He wants to go. Okay? だから代わりに he だから who は使う。Who wants to go? Joe wants to go. で、もう一つ。I need to know who makes the decision. 誰が決定を下すのかを知りたい。で、さっきと一緒けど、Who makes the decision? He makes the decision.She makes the decision. だから、who は使わなくちゃ。で、最後もう一つ。I know who your best friend is. あなたの親友が誰であるか知っています。
で、もう一回、誰が best friend?He is が She is your best friend。だからそのプロナウン、代名詞、he と she 使ってでもできる。だから、who の言葉で使う。はい。じゃあ皆さん、今度、whom の方、ちょっとやりましょう。例えば、with whom am I speaking? 私は誰と話しているのですか？だから前の話けど、その personal pronoun I'm speaking to him I'm speaking to her he, she じゃなくて、だから whom でもう一つ to whom this may concern これが関係する可能性のある人 It concerns him It concerns her he, she じゃない。まあ、to whom it may concern あれほとんど書くの英語ね。口からあまり出さないけど、文法のルールは一緒。もちろん。で、最後もう一つ。From whom did you receive these flowers? あなたは誰からこれらの花を受け取りましたかI got the flowers from him. I got the flowers from her. He, she じゃない。だから、whom は使わなくちゃ。皆さん勉強しましたかルールいっぱいあるね、今日。だから、何回でも見た方がいい。で、まあ、who と whom 多分、会話の中でもし whom 使わなくても、who 言いました。全然 OK。心配しないで。コミュニケーションするだから大丈夫。ただ、今ちゃんとの文法のコレクトの英語は教えただけね。登録の人からの提案で、それで教えた。ありがとう。もう一回ありがとうね。で、それでみんななんか質問ある、提案ある、まだコメントお願いします。待ってます。で、皆さんいつも見る。本当にありがとう。Thank you for watching. And see you in the next one. Bye bye.